契約不要、月額費用なしのモバイル Wi-Fi の代表格リチャージ Wi-Fi を海外で使用してきました。やっぱり T8 モデルを購入してよかったなと思う瞬間がありました。2024年7月の Amazon プライムデー転校セール期間中に追加のリチャージ Wi-Fi を購入しました。今回追加購入したリチャージ Wi-Fi のモデルは T8 になります。2023年に最初に購入したリチャージ Wi-Fi MR1 モデル、海外旅行でこのリチャージ Wi-Fi MR1 モデルと T8 モデルの有効活用事例を紹介していきたいと思います。日本では馴染みのないタクシーより安い金額の配車アプリボルトですね。ヨーロッパ旅行では必須になると思います。そしてドバイでの長いトランジット時間、このような海外旅行で使用したい、カー Wi-Fi に使用したい、そして携帯通信費を抑えたい人に紹介していきます。皆さんこんにちは、JCAM です。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではなぜいろいろなモバイル Wi-Fi があるのにこのリチャージ Wi-Fi を私が選んだのかを紹介していきます。1点目は何といっても開通作業不要、工事不要という点です。最初にカー Wi-Fi の購入を検討した時、まず最初にめんどくさいなと思いました。返却や縛りが面倒だし、月に使う使用量も私の場合いろいろ変わりそうだなと思いました。ましてや契約書とかいろいろ面倒くさいなっていうのが本音ですね。リチャージ Wi-Fi を調べると契約、返却、全てが不要でした。購入するとすぐに使えて、一番気になる月額料金は0円。この点リチャージ Wi-Fi いいですよね。私はこの月額料金がかからない、また有効期間はありますが、必要な時に必要な分だけ使えるって点に惹かれましたね。リチャージ Wi-Fi のような買い取り型モバイル Wi-Fi 他にもありますよね。じゃあなぜリチャード Wi-Fi ってことなんですけども、それは海外で使えるって点です。2024年私は海外旅行を計画していました。海外旅行に行くと妹の Wi-Fi のようにモバイル Wi-Fi を空港で借りましたよね。結構高いんですよね。1万から2万の費用がかかると考えれば、ここでリチャージ Wi-Fi を購入してもそれほど変わらないなと思いました。2023年末、私はプジョー 308PHEV を購入しています。308を購入して私が真っ先に考えたのがカー Wi-Fi が必要かなでした。最初に購入した MR1 モデルは購入当初、海外で使用できるデータ容量はないので購入してチャージしていきます。例えばマルタに海外旅行に行くとします。1ギガあたり2580円ですね。海外なのでチャージ料高いですよね。私が今回プライムデーで購入した T8 モデルは海外どこでも使用可能な 3GB が搭載されているモデルです。海外どこでも使用可能な 3GB が搭載されて、私にとっては買うしかない T8 モデルでした。そういうわけで私は MR1 モデルを購入してすごく満足しています。海外旅行では別々の行動をする場合があります。そのため家族で2個のモバイル Wi-Fi を持っていく必要があると判断しました。この T8 モデルは140カ国をまたいで使用可能ということで、今回 MR1 を2個体制ではなく海外で使用できる 3GB が搭載された T8 モデルを1個追加で購入したということです。実は2024年7月29日から8月9日まで家族でマルタ旅行へ出かけました。今回は初めてエミレーツ航空を利用してマルタに行ってきました。エミレーツ良かったですね。マルタは地中海に浮かんでいる島で、見ての通り雲一つない晴天なんですよ。2024年7月29日、私たち家族は高速バスで羽田空港へ向かいました。私たちは7月30日夜中の12時5分羽田出発、ドバイ、キプロス、マルタ経由の21時間のフライトを選んでいます。なぜこのフライトを選んだかということはまた後日紹介したいと思います。実はこのフライトでちょっとしたリスクはドバイの乗り継ぎ時間が2時間15分しかないということです。はい、ドバイ着いた。暑いね、34度って。ドバイ国際空港内のバス移動、徒歩移動、フライトの遅れ等でもしもの緊急対応のために私はドバイでリチャージ Wi-Fi を使用したいと考えていました。ドバイ空港着きました。ドバイ。全然読めない。到着じゃないからコネクションだ。コネクションの方に行きますと。
YouTube でドバイ国際空港内の徒歩移動を事前に勉強していましたが、想定以上に順路が分かりやすい空港でしたね。行く前はいろいろ不安でしたけど。そうだね。いいね。あそこでしょ。合ってんね。合ってる合ってる。全てが順調に進んで、想定以上に早くマルタ行きの乗り場へ到着しました。待っている間に T8 モデルをオンにしたいと思います。ドバイに着きました。じゃあこっちオンにしてみましょう。朝ごはんでもらったばっかだから。それよりジュースいっぱい欲しい。リンゴジュース15ぐらいだ。アクセス中。ギリで。来た。3ギガ。残量3ギガ。3ギガプラン。じゃあちょっと使ってみますかね。無事にリチャージ Wi-Fi T8 モデルを使えることを確認した上で、今から次の目的地へ向かいます。直接マルタではなく、まずは一時中継地点のキプロスへ向かいます。キプロスでは私たちは搭乗したまま乗客の乗り降りを実施するために1時間半待つことになりました。これも事前に分かっていたので、ここでも T8 モデルは大活躍しましたね。キプロスではエミレーツ航空のスタッフが1時間半の間に席を掃除していました。私たちは暇なので T8 モデルを使用して Amazon Music を聴いていましたね。今回の私たちのようにドバイ、キプロスと複数の国をまたぐような旅に出るときは、この T8 モデルはすごく重宝すると思います。 T8 モデルは国をまたいで使用可能なので、このようなシチュエーションはぴったりですね。それでは無事にマルタに着いてから、マルタ旅行でリチャージ Wi-Fi MR1 モデル T8 モデルが必要になる場面を紹介していきます。マルタはホテル内はフリー Wi-Fi があるのでネット環境は問題ありません。しかし外出先で必要になる場面ありましたね。マルタは首都バレッタを中心にバスが各地へ向かいます。8月4日、私たちはバレッタからマルサッシュロックへバスで向かいました。今からマルサッシュロックに行きます。市場です。日曜日しかやってない。めちゃめちゃ朝さしてる。暑いからね。やっと着きました。バスに着いで1時間半ぐらい。いいね。いいね。いいよ、ありがとう。すごいね。マルサッシュロックは日曜日は通常朝市をやっています。カラフルな船が可愛いですよね。8月4日は年に一度の祭りということで、朝市は残念ながらやっていませんでした。最初気づかなくて、地中海の太陽の光の照りつける中、お店を探しまくる結果になりました。セントピーターズプールは向こうなのよ。さあここら辺でね、タクシーとかがあったら旗がすごいね。あ、まーちゃん見て、ほら教会が。次の目的地のセントピーターズプールまで行くためにタクシーを探しに行くことにしました。この大通りが意外に長かったですね。マルサッシュロックの観光は楽しかったですね。マルタでは教会をいっぱい見ることができました。そこでジュースを買いました。今日は朝市がやってないみたいですね。今日はなんか他のフェスティバルがやってるみたいでやってないそうです。暑い。はあ、キンキン。めっちゃ冷えるね。ここでリチャージ Wi-Fi の MR1 を使って配信アプリのボルトをインストールすることにしました。朝マルサッシュロックからセントピーターズプールに行くのに今日は暑すぎるのでボルトをアプリインストールして、現在地から今一番近くにいるボルトをですね予約しました。リチャージ Wi-Fi のおかげで急な予定変更が可能になりました。本当は歩いていこうと目論んでいましたが、暑すぎて断念。ボルトの使用は少し怖かったので試さない予定でしたが、背に腹は変えられないほど
軽い熱中症のような症状が出始めてました。やっとピックアップできそうですね。さあ2分で到着するそうです。 5.3 ユーロ。もう疲れすぎてるからね、これぐらいでちょうどいいかなと思います。ボルトは使いやすく、いつ頃車が来るか分かるのですごく良かったですね。リチャージ Wi-Fi の MR1T8 の海外旅行の使い方の前編を紹介しました。動画が長くなったので後編は次回に紹介させていただきます。結局12日間の海外旅行でリチャージ Wi-Fi を何ギガバイトを使用したのか後編で紹介していきます。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。